どうも、本田宗一郎だ。今日はな、舐められた時の最強の対処法、これを現場叩き上げの親父目線でぶった切る。結論から言うぞ。舐められた時に、一番やっちゃいかんのは、黙ってニヤニヤ愛想笑いしてることだ。あれはな、自分で自分の価値をディスカウントしてるのと同じだよ。この程度でいいですって値札を自分で貼って歩いてるようなもんだ。で、次にダメなのが、感情だけ爆発させてぶち切れるやつ。プライドだけ高くて中身スカスカ、ああいうのはエンジンの排気音だけでかくて中身 50cc みたいなもんだ。音はうるさいけど前に進まない。じゃあどうするか。俺の答えはシンプルだ。現場でやり返せ、これだけだ。まず舐められたと感じた時、自分の感情より先に三元主義を発動しろ。現場、現物、現実だ。相手が自分を軽く見てくる。その現場はどこだ。会社か SNS か友達グループか。で、現物は何だ。小馬鹿にした言い方か、雑な仕事の振られ方か、約束を守らない態度か。最後に現実。相手は本当にお前を舐めてるのか、それともお前の実績が足りなくて単にそう扱われてるだけなのか。ここをごちゃ混ぜにすると全部俺は被害者だになって一生成長戦。戦後すぐ俺だって舐められまくりだったよ。田舎の職人上がりが世界のメーカー相手に車作る、笑わせになって顔で見られた。で、俺はどうしたか。会議室で言い返す前に現場で数字叩き出した。エンジン吹かして、レースで勝って、壊れないバイク作って、売れて、また走って、また直して、その積み上げで舐めると引きずするメーカーになったんだ。口じゃない実績で殴り返した。これが一番効く。とはいえ、現代の若い連中に全部実績で黙らせろだけじゃブラック企業の社長みたいだから、もう一個具体的に言おう。ポイントは3つだ。1つ目、境界線は静かにはっきり引け。それは困ります。その言い方はやめてください。その扱いならこの仕事は受けません。これを目をそらさず淡々という。怒鳴る必要はない。ネチネチ説教もいらん。一撃でいい。エンジンもアイドリングが安定してるやつが強いんだ。感情に振り回されるな。2つ目、相手より自分のグレードを上げろ。あいつが俺を舐めてくるって悩んでる時間があるならその時間で勉強しろ。手を動かせ、スキルを磨け。人は明らかに腕が違う相手をそう簡単にわなめられない。俺は油まみれの手で図面描いて工場で一緒に工具持って従業員より先に汗かいた。だから現場は俺を舐めなかった。尊敬されたいならまず一緒にやる。そこからだ。3つ目、舐めてくる相手を無料の教材だと思え。ああ、このレベルの人間はこういう雑な物言いをするのか。こういう上司にはこういう伝え方をすると逆ギレするのか。そうやって観察しておけ。人としては最低かもしれんが、反面教師としては優秀だ。俺は戦前戦後でいろんな経営者を見てきた。口だけのやつ、部下を道具扱いするやつ、数字しか見ないやつ。全部俺の中ではこうはなるマイリストに入ってる。舐めてくるやつは将来の自分の部下を守るための教材だと思え。それぐらいドライでいい。ここで一つ残酷な事実も言っておく。舐められる原因の半分は自分にもある。声が小さい、目を合わせない、何を考えてるかわからない、ミスをしてもヘラヘラ笑ってごまかす。こういう態度は俺を軽く扱ってくださいと看板掲げてるのと同じだ。現場でそんな奴に高価な機会は振らせんだろ。それと同じで、人も信用を預けない。だからこそ自分の出し方を練習しろ。姿勢、目線、声のトーン、言い切り方、これも全部スキルだ。才能じゃない。で、最後に一番大事なことを言って終わる。舐められた時は俺は今伸びるチャンスをもらったと思え。なぜか。人間は平穏な時は変わらない。馬鹿にされた、軽く扱われた、その悔しさがエンジンになる。俺だってそうだった。絶対見返してやる。この燃料でここまで来た。だからお前らに言いたい。SNS で舐められない方法5選みたいな動画を見て安心してる暇があったら自分の現場に戻れ。会社でもバイト先でも家でもいい。現場、現物、現実を見ろ。そこでやるべきことを黙ってやる。言うべきことは静かに言う。それを続けてるとある日ふと気づく。あれ、最近誰も俺を舐めてこないなと。そりゃそうだ。お前が舐めたら危険なやつにバージョンアップしてるからだ。というわけで舐められた時の対処法まとめるぞ。感情的に切れるな。ヘラヘラ笑ってごまかすな。現場で結果を出せ。境界線を静かに引け。そして全部を燃料にして腕を上げろ。以上、現場主義の親父本田宗一郎でした。次はお前の番だ。